皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、ペチュニアの観察日記。皆さん、ペチュニアの刺し目、今年はうまくできましたか？私は今年2024年は、4度ほど刺し目に挑戦しました。それから、植木鉢は、どれくらいの大きさを使っていますか？たくさん咲かせることや、長持ちさせることはどうでしたか？今回は、そうしたことについて、成長過程と刺し目の様子をお届けします。私の考察が多くなりますが、よかったらご覧ください。2024年3月16日。この日、3つの苗を購入。ブルーモーメント、クイーンオブハート、トラネコの3種。これから苗を植えるのですが、皆さんは苗を植えるとき、植木鉢の大きさを考えていますか？私は昨年まで考えずに植えていたのですが、昨年、最初から大きい植木鉢に植えてしまって、すぐに枯らしてしまったんです。苗の成長に合わせて植木鉢を選ぶこと。実はこれがとても大事なんです。刺し目が成功するかどうか。それもこの時点からすでに始まっている。と言ってもいいくらい過言ではないのです。植え付ける前に根っこのチェック。最初に根っこの様子を見ておくと、根の成長が活発かどうか予測を立てることができます。ブルーモーメントはどうかな？根がはっきり白いですね。少し太めの根で勢いよく伸びそうな感じです。トラネコはどうかな？こちらもはっきり白い根っこですね。細めの根っこが鉢の底に集中している感じです。クイーンオブハートはどうかな？こちらもはっきり白い根っこですね。それほど根が密に生えていないけど、花がすでに咲いている。あまり根がなくても、花が咲きやすいのかな。こんな風に予測を立てておくと、後で鉢増しするか悩むとき、目安になると思います。植木鉢は7号サイズを使います。直径 21.0cm、高さ 19.2cm です。ペチュニアの最初の植え付けは、植木鉢の深さが 20cm 以下がいいと思っています。鉢底石を入れたら、これがいいかわからないけれど、20cm 以下なら、問題なくそこまで根が回ると思います。土はリサイクルした土を使っています。ペチュニアは土を乾燥気味にしなくてもいいので、私のように花に過保護になりがちのタイプには、育てやすいお花です。土が乾燥しているよりは湿っている方がいいので、細かい粒子の古い土も多めに配合して使えるのが嬉しいです。肥料を好むので、マグアンプ系や有機肥料を混ぜ込んでいます。3月21日。またビューティカルを買ってしまった。パールホワイトの根っこはどうかな？びっしり生えてる。フレンチバニラの根っこはどうかな？これもびっしり。キャラメルイエローはどうかな？キャラメルイエローは他の色より成長が遅いんだよね。あ、でも根っこはびっしり生えてるみたいね。ボルドーはどうかな？これもびっしり生えてる。ビューティカルは色が違っても、根っこはどれもびっしり生えるみたい。ビューティカルも7号鉢に植えたかったけど、7号鉢がなかったから8号鉢に植えることにしました。8号鉢は直径 24cm、高さ 22cm です。
土はリサイクルした同じ土を使いました。758とは高さが3センチメートル違います。この3センチメートルの違いが成長に影響ないといいけどな。こうして7個のペチュニアを、3つは758で、4つは858で、今回は育てることになりました。5月5日、きれいに咲いてきました。758のクイーンオブハートが、一番大きく成長しています。キャラメルイエローは成長が緩やかです。658でも良かったかもしれません。こちらも758のブルーモーメントが、858のビューティカルより大きく育っています。一番大きく育っていたのは、758に植えた虎猫でした。どのお花も切り戻しをしていません。根が成長しやすい鉢を選ぶことが、株を大きく元気に育てることにつながります。3センチの違いが大きいです。5月15日、お花がとても美しい頃、水やりをすると、すぐにこのように、鉢底から水がザザーと落ちてくるようになりました。いつもの水の流れ方と違い、ザーッと落ちるようになったら、鉢に根が回っているかもしれません。同じ758でも、こちらは少し緩やかに水が落ちてきます。わかりづらいかもしれませんが、水がザーッとではなく、ポタポタと落ちているような感じです。こんな感じだと、まだ鉢増ししなくてもいいと思います。この虎猫は、こんなにたくさんお花も咲くし、コスパが良いですね。おすすめです。こちらの2つは、左側の中心が黄色いペチュニアはエコチュニア。こぼれ種から生えてたものを育てました。右は小梅ちゃん。昨年、刺し芽をしたものが冬越ししたもの。ペチュニアは綺麗なものが多いですね。5月18日。ブルーモーメントを切り戻します。水をあげると、鉢からジャーッと流れるように落ちます。花も少し色が薄くなって咲くようになりました。このお花は、他のペチュニアよりも花が小さめです。そして、花がついている枝先は、上の方へ向かっていく癖があって、株が少し乱れやすいです。そういった点で、少し手のかかるタイプのお花でした。でも手がかかった分、一番最後まできれいに生き残りました。切り取った枝で挿し穂を作って、水を吸わせている間に、根っこの様子を確認してみることにしました。はびっしり生えていますね。水がジャーッと流れるようになると、だいたい根がこんな感じになってることが多いです。根が水を吸う前に水が流れてしまうんです。こうなったら、鉢を一回り大きいものに変えた方がいいです。758から858に変えます。こんなに根っこがびっしり生えててびっくりしますね。同じように水が流れてしまうクイーンオブハート。こちらも軽く切り戻してから、根っこの様子を確認してみました。あれれ、そんなに根っこが生えていない。根がそこにそれほどいってないし、あまりいじると土がボロボロして崩れそう。こんな時はこのまま戻しておこう。葉の状態もいいみたいだし、お花も綺麗だしね。こんな風に根っこを見て、
葉と花との状態を見比べると、株を長持ちさせられると思います。根の様子を見た後、切り戻した枝を刺し目にしました。いつも通りに刺したけど、どうなるかな。5月22日。ビューティカルフレンチバニラが見頃に、ペチュニアは最初の見頃までは、植木鉢が大きくても、生育旺盛なタイプは大きな株になってくれます。パールホワイトも見頃になりました。このお花は、花が他のビューティカルより大きめです。見応えがあって、これも綺麗。5月24日。切り戻したクイーンオブハートも、また綺麗に咲きました。鉢増ししなくて大丈夫でした。5月25日。フレンチバニラが乱れてきました。このお花も生育旺盛です。草が伸びやすいので、株が乱れやすいです。一番長い幅のところを測ると、63センチメートルくらいありました。切り戻しをする前に、美しい姿を見ておきました。758に植えても、同じくらいの大きさの株になります。50センチメートル以上はあります。この植木鉢を使うなら、858より758がおすすめです。ああ、花のお顔が綺麗。こちらも50センチメートルくらいあります。もったいないけど、切ります。さっぱりしました。5月30日。ずっと綺麗だった虎猫。こちらも乱れてきたので、切り戻しをしました。さっぱりできました。6月7日。切り戻してから20日後。鉢増しもしたので、葉の色もよく、綺麗に仕立て上がってきました。横から見たら、こんな感じです。もりもりっと上に盛り上がっていて、元気な感じですよね。ビューティカル、ボルドー。最初は生育が悪くて、一度切り戻しました。暖かくなってから、調子が良くなってきて、こんなに綺麗に咲いてくれました。6月10日。刺し目をしてから23日後。結果はこのようになりました。4本が枯れて、あとはかろうじて発根している感じのが多い。これだと今後がちょっと不安。ビューティカルキャラメルイエロー。このお花は他のビューティカルより成長が遅いです。お花は綺麗なんだけど、あまり綺麗な株に仕立てられなかった。もっと早い段階で切り戻しが必要なのかな。なんとなく艶が良くない気がします。鉢が大きかったのも良くなかったのかなと思います。成長が遅いタイプは、鉢がこれでは少し小さいかなって思うくらいの大きさが、根っこの成長と合う気がします。それぞれ、その花の根っこに合う植木鉢を選ぶことが、生き生きした感じや持続ある株に関係してくると感じています。6月16日。切り戻してから17日後。急にまた、たくさん開花し始めた虎猫です。このお花は、回復力も高いなと感じます。ビューティカルフレンチバニラ。切り戻してから22日後。こちらは回復が少し遅く感じました。生育旺盛だっただけに心配になりました。大きな株でたくさん咲かすと見応えはあるけれど、かなり消耗してしまうようです。早めに切り戻して鉢増ししたブルーモーメント。これがやっぱり一番元気で艶がいいです。刺し目で発根が多かった2つだけ、ポットに移して育てていました。順調に育っています。6月17日。最初に758に植えた3株が、2回目の見頃になりました。見応えのある大きな株を作りたかったら、
根っこの状態を見て鉢増しするのが、やっぱりいいと思います。でも、虎猫のような省エネができるタイプなら、大きな鉢に植えるより、根っこが息をしやすい鉢を使って、切り戻しをして株を大きくしすぎないのが、元気に長く楽しめるように思います。大きくしたいと長く楽しみたいを両立させるのは、少し大変になるなぁと感じました。6月19日、また切り戻して。こっちも切り戻して。株が弱り始めてきたのを確認して、焦ってきました。枯れたら寂しいから、クイーンオブハートを差し目にしておきました。6月25日。また、こっちも切り戻す。こちらも株の中心が黄色くなってきていました。だいぶ切ったけど、復活するかな。こっちも切って。ああ、これはだいぶ中が黄色くなってしまってる。下の方の黄色くなったところも切っておこう。ついでに肥料も入れておこう。7月8日。差し目をしてから19日後。結果はこんな感じ。あまり良い状態ではないけど、とりあえずポットに移して様子を見ます。6月下旬は雨ばかりだったけれど、7月になってから急に晴れの日ばかりで、気温もかなり上がってきたためか、キャラメルイエローの調子が悪くなってきました。枯れてしまうと寂しいから、差し目にしておこうと思いました。ビューティカルは11月まで咲くそうです。しかし、我が家のこの苗では、11月まで綺麗を保つことはできそうにありません。とりあえず、挿し穂を作りました。黄色い葉の挿し穂もあって、状態は良くないです。挿し目をしようと思ったら、葉が生き生きとした緑色のものを使った方がいいです。ここからどうなるかな。7月23日。2回目の切り戻しから約1ヶ月後。とても綺麗に3回目の見頃を迎えました。こっちも綺麗に復活しました。これは鉢増ししないで、ここまで綺麗。こちらは鉢増ししておいた方が良かったかもしれない。暑さで花の表情が変わってしまうのかな。見た目があまり良くないです。一度しか切り戻しをしていないビューティカル。花柄を摘みたくても、気温が暑くてなかなかできません。株が汚くなっているけど、切り戻しもできませんでした。生育旺盛なフレンチバニラも、1回目の切り戻し以降は、このように色の薄い葉を伸ばすようになってしまいました。キャラメルイエローは、どうやら株元が木質化したみたいです。花はこんなに綺麗なのに、悲しいです。7月24日。挿し目から2週間。結果は、プラ容器に入っているものが、よく発根していたもので、手前は発根してなかったり、ちょっとしか発根してなかったものです。2回目の挿し目でできた苗が、ここまで大きくなりました。こちらは親株と違って、花が綺麗です。親株は、やはり鉢増しするべきだったのかな。挿し目の苗は、こちらの植木鉢に植えていきます。100円ショップのセリアに売っています。これ、土を入れる深さが、10センチメートルくらいしかありません。
この鉢の形状が通気性がいいみたいで、苗が調子よく育ちます。小さな苗を植えるのにぴったりなんです。こんな風に2つずつくらい苗を入れて、午前中しか日が当たらない場所で育てます。7月25日、連日の猛暑で、ビューティカルがもう持ちそうにありません。やはり最初に苗にあった植木鉢で植えるべきでした。今はそこまで根が回っていると思います。しかし、株の健全な成長を考えると、最初が肝心要だと思います。それに、大きくしすぎるのも負担が大きかったのかもしれません。このままでは悔しいので、もう一度、挿し芽に挑戦することにしました。なるべく、元気そうなところの枝で挿し穂を作ります。そう、挿し穂も元気な方が、挿し芽が成功すると思うのです。だから、苗を植える植木鉢を選ぶところから、挿し芽を成功させたいなら、考えるべきかなと思います。今回の挿し芽は、この2つの力を借りてみよう。まずは、メネデール。1リットルの水に、キャップ1杯の液を入れます。メネデールは、挿し穂の切り口を保護し、新しい根の発生を促す効果があります。肥料でも農薬でもないため、毎日使えます。もう一つは、HB101 を使いました。こちらは、1リットルの水に1から2滴入れます。HB101 は、あらゆる植物に使える 100% 天然植物成分。枯れかけた植物の活性化や、青々とした葉と丈夫な茎と根を作ります。これらを使い比べながら、挿し芽の観察をしてみようと思います。まずは挿し穂の吸水から。吸水の時点からこの2種類の液体を使いました。挿し穂は複数のものを使いますが、だいたい均等になるように入れるようにします。挿し穂はいつもより長めに、葉も多めにつけてみました。葉の量は根が生え出してからは、少なすぎるよりある方が根が増えやすい気がします。今回は猛暑の中の挿し芽になります。ペチュニアとアルテラナンテラで行いました。吸水時間もしっかり2時間以上取りました。土はこれを使いました。左から鹿沼土、赤玉土小粒、種まき用の土。今回は通気性を上げるために、ボラ土細粒を使わず、少し粒が大きい鹿沼土、赤玉土を使う。粒が大きめの土を3分の2使うことで、通気性を今までより上げる。赤玉土を使うことで保水性を上げる。それにより保肥力も上げる。鹿沼土は発根しやすいように思うので使う。発根後、移植しても根付くように複数の土を使う。思いつく限りのことを全部詰め込んで、いざ土を混ぜる。途中、水を足す。この水は普通の水を使っています。土が混ぜ終わったら、プラ容器に土を入れる。プラ容器にはアイスピックで穴をしっかりたくさん開ける。土の保温性を保つために保温性のある容器を使い、穴をしっかり開けて空気の通り道を作る。ただ、アイスピックをプスッと刺す程度では、空気穴の意味がなさないので、しっかり開ける。空気穴は、底にも側面にもたくさん開ける。そして、土を詰めていく。土を詰めたら、メネデール、HB101、それぞれ間違いがないように、前もって
容器に名前を書いておいて、そこに刺し穂を刺していきました。刺し穂の吸水用に使った液体ももったいないので受け皿を敷いて、そこに流して使いました。それだけでは給水用の水が足りないので、先ほど作った専用の液体をそれぞれの受け皿に注いで、なるべく明るい日陰を保てるところで管理しました。7月26日、翌日はこんな感じでした。まず HB101 軍団、なかなかいい感じに元気そうです。次はメネデール軍団、こちらも同じように元気が良さそうです。さすが両植物活性剤ですね。7月30日、刺し目をしてから5日後、このように2、3日で水切れを起こしていることが多いです。完全に水切れを起こす前に、それぞれの液体を受け皿に注いでいきます。受け皿に液体が残っていても、そのまま継ぎ足しながら液体を注いでいくようにしました。8月2日、ブルーモーメントがこんなに大きくなりました。先に作っていた刺し目の苗も順調に育っています。葉が黄色くならず青々としています。8月2日、刺し目をしてから8日後、葉が青々してますね。こうして置いておくと HB101 の受け皿の水を蜂が飲みに来るんですよ。皿の縁から顔を下げてごくごく飲むんです。同じ時、親株がたくさん終わりました。晴れ続きの猛暑の合間の雨の次の日、また晴れて急激な気温の上昇によって悲惨な状態になってしまいました。今後の夏はこんなことがしょっちゅう起こると思います。だから刺し目で苗を更新しておくことが秋になっても楽しめるようになると思います。8月3日、刺し目をしてから9日後、受け皿を見るともう根が出ています。もう一方も根が出ています。8月7日、刺し目をしてから13日後、容器の中がジャングルになってきました。HB101 の刺し目から見ていきましょう。私って刺し目の確認をするのが早いですね。もっと日数を置いてからでいいのにと思います。全部発根してました。メネデール軍団はどうかな。下に並べた苗がメネデール軍団の刺し目苗です。根が少ないのもあるけれど、全部発根しました。もう少し日数を置いていれば、もっとしっかり発根していたと思います。アルテラナンテラの発根がお見事です。ペチュニアとは一緒に刺し目をしない方がいいですね。それにしても、葉の状態がとてもいいですね。花が咲いていても問題なかったみたい。メネデールも HB101 も両方いいですね。猛暑の中の刺し目となりましたが、刺し目にはどちらかの活性剤を使うのがいいと思います。8月9日、植え替えから2日後、順調そうです。先の刺し目苗も順調です。8月11日、ビューティカル、ボルドーがしおれました。暑さに加え、風が強めに吹いていたためです。ブルーモーメントは、だらしない姿を晒していました。こちらは最初の刺し目でできた苗です。だいぶ大きくなりました。8月13日、また切り戻したブルーモーメント。まだ株が大丈夫そうです。
刺し目で作った苗が、少し小さいですが、見頃になりました。早めの刺し目が、花を鑑賞できる期間が増えていいですね。8月18日、2回目以降の刺し目の苗も、順調に育っています。8月23日、親株のブルーモーメントがまた咲き出しましたよ。刺し目の苗もたくさん咲いてくれました。最後の刺し目の苗も咲き出してますね。葉が黄色くなったフレンチバニラで、刺し目をした苗も、苗になれば元気に青い葉をつけています。刺し目で更新すれば、まだ長く楽しむことができますね。8月27日、ブルーモーメントの親株がまた見頃です。適切な植木鉢選びと鉢増しでの更新でも、長く楽しむことができますね。ということで、今回は、考察多めの挑戦観察日記をお届けしました。今後も夏は猛暑続きで、暑さに強いペチュニアも、秋まで綺麗に咲かすには、いろんな工夫が必要だと思います。暑い中での園芸作業は大変です。体調を崩さないよう気をつけて、園芸に励んでくださいね。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。